皆様こんにちは、セリナです。今回はイヴ・サンローランボーテホリデーコレクション2025より10月24日全国発売クチュールミニクラッチの限定色ナンバー025ゴールデンラスト YSL ラブシャインキャンディーグレーズの限定色ナンバー21、22 YSL ラブシャインリップスティックの限定色218 YSL ラブシャイングロスプランパーの限定色ナンバー12、100そして11月14日全国発売のクチュールフェイスパレットをイヴ・サンローランボーテ様よりお貸し出しいただきましたのでご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピスにて16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。第1弾で発売されるアイシャドウとリップ全色と第2弾で発売されるチーク&ハイライトパレットをパーソナルカラーを交えながらご紹介していきます。アイシャドウはパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックをご紹介していきますので、少しでもカラー選びの参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた2025年のクリスマスコフレのレビューはもちろん、人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら。10月24日全国数量限定発売。10月17日より予約開始。10月15日公式オンラインブティックと表参道フラッグシップブティック先行発売のクチュールミニクラッチコレクター限定色ナンバー025ゴールデンラスト YSL が送るのはホリデーの夜を支配するゴールデンラスト。それはいつもの自分から解放され最高のドレスアップを叶える輝きを呼び覚ます禁断のきらめき。アイシャドウを包み込む豪華なゴールドパッケージを開いた瞬間、夜の秘密をまとうようにまばゆい光が溢れ出します。その中に行き着くのは官能的なジュエリーのように瞬くゴージャスなロゼシャンパンゴールド、クチュールドレスのような上品さを演出するトープマット、メタリックなイブニングバッグのように研ぎ澄まされた光沢感のあるローズゴールド、そしてアンティークジュエリーのように奥深いピンクブロンズまで、まさにあなただけの特別な夜を彩る光のクチュールワードロープ。続いて YSL ラブシャインキャンディーグレースコレクター限定色ナンバー21、ナンバー22 21シマーヌードは光をまとうシマーヌード、唇本来の美しさを引き立てるシアーなヌードベージュに微細なピンクのラメを配合、上品なきらめきを添え光を受けるたびに透明感が生まれ、さりげなくも印象的な輝きを宿す唇へ。22シマーローズは上品な艶めきを放つロージーピンク、唇に溶け込む絶妙なローズピンクのベースに微細なゴールドやピンクのラメを配合、内側から滲むような上品な血色感と抗えないほどの感能を演出。 YSL ラブシャインリップスティックコレクターナンバー218 218はきらめくディープラズベリーピンク、濃密なベリーカラーに大粒のピンクパープルのパールを配合、洗練された華やかさと妖艶さを演出。 YSL ラブシャイングロスプランパーコレクター限定色ナンバー12、ナンバー100 12ハニームーンは輝きを放つハニーアプリコット、甘くジューシーなアプリコットオレンジにピンクやオレンジの大粒ラメが視線を釘付けにするほど豊かにきらめきを放つ。多幸感あふれる自信に満ちた印象へ。100スパークリングドリームは艶めくシアーベージュ、ベールのようなシアーなヌードベージュに光の角度で表情を変える繊細な多色パールを配合、唇に優雅なきらめきを宿し洗練された抜け感を演出。そして11月14日全国数量限定発売、11月7日予約開始、11月5日公式オンラインブティック表参道フラッグシップブティック先行発売のクチュールフェイスパレット限定1種ゴールデンオアシス。ク
クチュールのように滑らかな3色のブラッシュ、YSL メイクミーブラッシュパウダーと、きらめくジュエリーのような3色のハイライター、オールアワーズハイパールミナイザーが織りなす、極上の色彩を閉じ込めたクチュールフェイスパレット。頬、目、そして顔立ちのあらゆるパーツに自在にまとうことができます。人気色をはじめ、ホリデーシーズンだけの限定色もイン。魅惑的な色彩と輝きがホリデーシーズンに揺るぎない美しさを解き放ちます。それでは限定のリップから順番にご紹介していきたいと思います。YSL ラブシャインキャンディーグレースコレクター。パーソナルカラーにおけると21は全タイプにおすすめ。シアーなベージュのベースにピンク、パープル、ゴールドの微細ラメがきらめきます。パーソナルカラー問わず、艶やラメの立体感をプラスしたい時に使いやすいです。22はブルベ夏におすすめ。ほんのりくすみを感じる明るい青みローズにピンク、ゴールドのラメがきらめきます。青み、明るさ、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、ブライトサマー、ミューティッドサマーにおすすめ。では、キャンディーグレース21から実際に唇の上にのせてみたいと思います。キャンディーグレースの21は唇の上にのせるとこんな感じです。手元で見たときはクリアなベースに多色のラメが乗る印象でしたが、唇の上にのせるとホワイトに近いベージュカラーがベースにつくので、白っぽいニュアンスがプラスされて程よいミルキー感も同時に演出してくれます。唇の上にのせると鮮やかなピンクとパープルのラメがより際立ちます。キャンディーグレースは唇を膜で覆うようなぷっくり感と立体感があるので、ラメも入っている効果でグロスを塗った後のようなプルンとした唇を楽しめます。膜で唇を覆うような保湿感もあるので、乾燥が気になる時にも使いやすいです。続いて同じくキャンディーグレースの22です。キャンディーグレースの22は唇の上にのせるとこんな感じです。見たままの上品なローズカラーがそのまま唇に発色してくれます。強いカラーでなくても唇をしっかり覆って発色してくれるところがキャンディーグレースの優秀なところです。微細な鮮やかなピンクとゴールドラメの効果で派手になりすぎないけれど絶妙な立体感もプラスしてくれます。日常使いはしやすいのに特別感があるところがとても可愛いです。続いてはラブシャインリップスティックの限定色をご紹介していきます。YSL ラブシャインリップスティックコレクター。パーソナルカラーにおけると218はブルベ冬におすすめ。鮮やかで深みのある青みピンクにパープルに近い鮮やかなピンクの微細ラメがきらめきます。青み、鮮やかさ、深みが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけるとビビッドウィンター、ディープウィンター、クールウィンターにおすすめ。ラブシャインリップスティックの限定色、唇の上にのせるとこんな感じです。こちらのシリーズは先ほどご紹介したキャンディーグレースタイプよりも厚みがなく唇に滑らかに密着するようなオーソドックスな口紅タイプです。滑らかで程よい潤い感もありますが、ベタつく感じがしないので、膜感やベタつく感じが苦手な方にも使いやすいと思います。高発色なカラーが多いところも特徴の一つです。今回の限定色はホリデーらしい深みのある青みピンクに鮮やかなピンクのラメがアクセントになっていて綺麗です。リップを主役にしたい時に素敵ですね。YSL ラブシャイングロスプランパーコレクター。パーソナルカラーにおけると12はイエベ秋、ブルベ冬におすすめ。アプリコットベージュのベースにオレンジ、レッド、ピンク、パープルの大粒ラメがきらめきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、深みや鮮やかさが得意な方、イエベ秋、ブルベ冬全般におすすめ。100は全タイプにおすすめ。クリアなベースにゴールド、シルバー、ブルーなどの微細なラメがきらめきます。パーソナルカラー問わず、艶やラメの立体感をプラスしたい時に使いやすいです。では、グロスプランパー12から唇の上にのせてみたいと思います。グロスプランパーの12、
唇の上にのせるとこんな感じです。こちらはジンジャーオイル配合の温感プランパーなので、塗ってから少し時間を置くと強いプランプ効果で唇をぷっくりと見せてくれます。結構強めのプランパーですが、温感タイプだからかスースーする感じがしない分、意外と使いやすく感じます。唇の上にのせるとレッドやオレンジのラメは馴染んで、ピンクやパープルの寒色系のラメがより際立つ感じがしました。ベースの色味もしっかりしているので単色使いでもとても可愛いです。最後はグロスプランパーの100番です。グロスプランパーの100番、唇の上にのせるとこんな感じです。こちらはベースがクリアなタイプですが、強いプランプ効果があるので、元の唇の血色感がしっかり上がっている分、単色でも物足りなさなく使うことができます。グロスのツヤ感とプランプ効果、微細なラメで立体的でぷっくりした唇を楽しめます。唇の上にのせるとゴールドのラメが一番際立つ感じがします。では、ここからはクチュールミニクラッチのホリデー限定色025ゴールデンラストをご紹介していきます。クチュールミニクラッチコレクター025ゴールデンラスト。パレット1色ずつをパーソナルカラーに受けると、左上はブルベ冬におすすめ。クリアなベースに微細なレッドと大粒のピンク、ブルー、シルバーラメが輝く変更グリッターカラー。青み、大粒ラメの強いコントラストと華やかさが得意な方。ブルベ冬全般のラメカラーに使いやすいです。右上はイエベ春におすすめ。ほんのり黄身ニュアンスのマットベージュ。パールやラメは感じないマットタイプです。黄身、明るさが得意な方。イエベ春全般のベーシックカラーにおすすめ。左下はイエベ秋、ブルベ冬におすすめ。ほんのり赤み寄りのブラウンのベースにゴールドやレッドのパールがきらめきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、深みが得意な方、イエベ秋、ブルベ冬全般に使いやすいです。右下はイエベ春、イエベ秋におすすめ。黄身の強いローズにゴールドとシルバーのパールが濡れツヤ感を演出。黄身が得意な方、イエローベース全般のベーシックカラーに使いやすいです。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしていきます。1色目、左上のカラーです。1色目はこんな感じで、クリアなベースに多色のカラーラメがしっかりまぶたの上に乗ってくれます。ラメがぎっしりでピンクのカラーがしっかり見えてとても可愛いです。1色目、単色塗りだとこんな感じです。クリアなベースに大粒のカラーラメがぎっしり詰まっているので、角度によって色の見え方が変わるところがとても可愛いです。ピンクやパープルなどの透明感カラーがベースですが、ラメが大粒なので甘くなりすぎないところも素敵です。粉質はしっとりしているので、大粒ラメもまぶたにしっかりフィットしてくれて、ラメ飛びも気になりにくいです。続いて右上のカラーです。こちらは高発色なマットタイプです。かなり粉質がしっとりしているので、まぶたに溶け込むようにフィットしてくれます。2色目、単色塗りだとこんな感じです。カラー自体は淡めで肌なじみのいいベージュですが、粉質がしっとりしているので、まぶたの上でも綺麗にカラーを楽しむことができます。オーソドックスな黄身ベージュで、パールやラメも入っていないので、ベーシックなメイクにも使いやすそうです。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて左下のカラーです。こちらは高発色なベースにしっかりのパールも同時に楽しめます。発色の良さと立体感を両立できるところがイヴ・サンローランらしいカラーですよね。3色目、単色塗りだとこんな感じです。このパレットの中では一番深いブラウンなので、締め色としてももちろん使いやすそうですが、指塗りをしても濃くつきすぎないのと、微細なパールがたっぷり含まれている効果で、メインカラーとしてまぶた全体に塗るのにも可愛いんじゃないかなと思います。程よい赤みとゴールドのラメがアクセントになっていて綺麗です。最後、右下のカラーです。
ちらは特にパールがたっぷりな濡れツヤカラーですね。濡れツヤ感が立体的でとても綺麗です。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。まぶたの上にのせるとよりこのカラーの黄身ニュアンスをしっかり楽しむことができます。パールがたっぷりなのでパウダータイプとは思えないほどの濡れツヤ感を楽しめるところもとても綺麗です。3色目と4色目、それぞれ着てみるとこんな感じです。では、025ゴールデンラスト全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、右下のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。この濡れツヤ質感のローズカラーがものすごく可愛かったので、今回はベースに塗っておきます。このカラー単色塗りでも立体的な目元に仕上がって綺麗ですよね。続いて左下のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の外側から目尻に向かって広めの締め色としてのせていきます。しっかり深みは出してくれますが、強くなりすぎないカラーなので、広範囲の締め色としても使いやすいです。この2色で仕上げるととてもベーシックで落ち着いたニュアンスに仕上がります。続いて右上のカラーを付属のチップに取って、下まぶた全体にのせていきます。下まぶたはマットなベージュカラーで自然に深みを出しておきます。最後、左上のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。大粒のラメカラーで華やかさをプラスしていきます。025ゴールデンラスト全色を使ったメイクが完成しました。左上の大粒ラメカラー以外はベーシックなベージュやブラウン系だったので、全色を組み合わせても派手になりすぎないけれどどこか特別感もある取り入れやすいパレットだなと思いました。しっかり発色は楽しめますが、サンローランの既存のアイシャドウパレットよりも色が濃くつきすぎない感じがするので、カラー調整が苦手という方にも使いやすいと思います。濡れツヤ質感のパールや柔らかいマット、そして大粒のラメカラーなど様々な質感がセットされているので、強すぎないけれど立体感と奥行きのある目元に仕上がるところも素敵です。日常使いもしやすいホリデーコレクションだなと思います。着てみるとこんな感じです。それでは最後にホリデー第2弾で登場する11月発売のチークハイライトパレットをご紹介していきます。クチュールフェイスパレット。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、上段左はブルベ夏、イエベ春におすすめ。明るく濁りのない青みピンクのベースにゴールドのラメがきらめきます。カラー自体はブルーベースにおすすめですが、ゴールドのラメもしっかり効いているので、イエローベース、ブルーベース問わず、明るく華やかなクリアカラーが得意な方におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに受けると、クリアウィンター、ブライトスプリングに特におすすめです。上段右はイエベ春におすすめ。肌なじみのいいベースに角度によってゴールドの微細ラメがたっぷり輝きます。黄身、明るさが得意な方、イエベ春全般に使いやすいです。中段左はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。淡いピンクのベースにピンクとシルバーの大粒ラメがたっぷりきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメハイライトにおすすめ。中段右はブルベ冬におすすめ。少しだけくすみ感のある青みピンクカラーにピンクやブルーなどのパールとツヤを感じます。青みがあり、程よく深みがあるカラーが得意な方に特におすすめ。16タイプのパーソナルカラーに分けると、クリアウィンター、クールウィンターに特におすすめです。下段左はブルベ冬におすすめ。高発色なマット質感の青みピンクカラー。青みがあり、鮮やかなカラーが得意な方におすすめです。16タイプのパーソナルカラーに受けると、ビビッドウィンター、クールウィンターに特におすすめ。下段右はイエベ秋におすすめ。明るい黄身ブラウンのベースにイエローゴールドのラメがたっぷりきらめきます。黄身、深みが得意な方、イエベ秋全般におすすめ。こちらはチークとハイライトがそれぞれ3色ずつセットされていて、うち4色が人気の既存色、2色が今回のパレットの限定色となっています。では、左上から順にチークとハイライトを組み合わせてご紹介していきたいと思います。まずは左上のチークカラー。
ちらは YSL メイクミーブラッシュパウダーの既存色ナンバー93です。サンローランのチークはこんな感じで、一塗りでもしっかり乗ってくれる発色の良さが特徴的です。まずはチーク単色塗りだとこんな感じです。こちらは高発色なチークのベースにゴールドのラメが輝くタイプなので、単色塗りでも血色感と立体感を同時に楽しめるところが素敵なカラーです。マット系のチークが苦手な方や立体感のある方に見せたいという方にとてもおすすめです。続いてその上にこちら、オーラーワーズハイパールミナイザーの既存色ナンバー02を重ねていきます。こちらのハイライトもかなり人気のアイテムですよね。たっぷりのパールで内側から発光したようなツヤを楽しめます。はい、こちら側にはパレット上2色のチークとハイライターを組み合わせて使ってみました。チークだけでもゴールドのラメで立体感がありましたが、さらにその上にハイライトを重ねると、たっぷりのパールと微細ラメで内側から発光するようなファンとしたハリツヤ肌に仕上がります。パールもラメもしっかりなハイライターなので、至近距離で見てもツヤ感を楽しめます。華やかな方に仕上げたい方にとてもおすすめですね。そしてこちらのハイライトは肌なじみのいいベースに角度によってゴールドのラメを楽しめるので、華やかさや温かみをプラスしたい方に特におすすめです。続いて反対側にはこちら、メイクミーブラッシュパウダーの既存色44ヌードラバリエールを塗っていきます。こちらのチークは上半期のベスコスも受賞したほどの人気色です。はい、こちら側半分には中段右のチークカラーを塗ってみました。反対に塗っているチークと比較をすると、このカラーの青みの強さがわかりやすいと思います。透明感をしっかり演出したい時にとてもおすすめです。近くで見るとこんな感じで、こちらも微細なパールが入っているシマータイプなので、青みピンクのベースに寒色系の微細なパールやラメで自然な艶やかさを楽しめます。さらにこの上にハイライト、オーラーワーズハイパールミナイザーの77を塗っていきます。こちらは今回のパレット限定色です。ハイライトを重ねると、ラメがかなり大粒なので、ツヤ感と華やかさが増していきます。この2色の組み合わせ、ものすごく可愛いです。はい、こちら側半分には中段の2色を組み合わせてみました。チークの上に重ねたハイライトはラメが大粒なので、このくらいの距離で見てもしっかり光をキャッチして華やかなツヤを演出してくれます。近くで見てもこんな感じでラメのカラーがしっかりわかりますよね。肌の上に乗せると鮮やかなピンクのラメが際立って血色感と可愛らしさを演出してくれます。ピンク系のチークとの相性がとてもいいです。上段の2色の華やかなゴールドのニュアンスと中段の2色の儚げなピンクニュアンス、どちらもとても可愛いです。まずはこちら、メイクミーブラッシュパウダーの既存色54を塗っていきます。こちらは今回セットされているチークの中で唯一のマット質感です。こちらも発色はかなりいいタイプです。はい、まずはこちら側半分に下段左のチークカラーのみを塗ってみました。反対に塗っている中段右のチークカラーと比較をすると、どちらも青み系のはっきりしたピンクカラーなので、カラー自体は似ていますが、こちらの方がマット質感なので、よりしっかりカラーが楽しめて鮮やかに発色します。近くで見るとこんな感じです。パールやラメは入っていないマット質感なので、チークで毛穴が目立つのが気になるという方にも使いやすいと思います。そしてこの上にオーラーワーズハイパールミナイザー22を重ねていきます。こちらは今回のパレット限定色です。手元で見るとブロンザーのような役割なのかなと思いますが、ブラシでのせるとこのくらいシアーなので、ゴールド系のハイライトとして使えます。はい、こちら側半分には下段の2色を組み合わせてみました。下段右のカラーはパレットで見るとかなり深めなので、ハイライトというよりもチークやブロンザー使いがおすすめなのかなと思いましたが、ブラシで軽くのせるとこのくらいナチュラルで程よい温かみを演出する大人っぽいハイライトとして使えます。近くで見てもこんな感じで何度かしっかり塗り重ねましたが、暗く沈みすぎることなく程よいヘルシー感を演出してくれてとても綺麗です。パールやラメも自然なのでいろいろなシーンに撮りやすいなと思います。
マット質感のチークと組み合わせると、このハイライターの微細な立体感が際立ってとても綺麗です。はい、ではこんな感じでイヴ・サンローランボーテのホリデーコレクション2025をご紹介していきました。今年のホリデーコレクションもパッケージの可愛さはもちろんですが、特にこの限定アイシャドウがかなり使いやすくて、左上のラメカラー以外で仕上げれば日常メイクにも使えて、ラメカラーもそこまで派手すぎないので、サンローランのアイシャドウ初挑戦という方にも安心して使いやすいんじゃないかなと思いました。とても可愛いコレクションだったので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。